中国渡航自粛だどうだ、怖いだろう日本側は、あれ ?JAL 最高益、高市首相の台湾発言に反発し、習近平政権は日本への渡航自粛を打ち出しました。観光客の旅、中国系エアラインは、春節の繁忙期に、巨額の払い戻しや減益というダメージを受けました。これは必要経費、日本にも大ダメージ、と思いきや、JAL は過去最高益でした。すでに日本は北米やインド等へ路線を広げ、中国依存を脱却していたのです。今回の渡航制限が発動した中国側にのみ代償が集中する第5弾になりました。どのような結末になるのか順に解説します。中国の狙い 1.100% 政治的なプレッシャー。発端は高市首相の台湾に関する発言。これに激怒した中国政府は外交カードとして航空会社に日本便を最大 50% 減らすよう指示し、政治的な妥協を引き出そうと目論みました。2.100% のインバウンド消費冷え込み。春節という稼ぎ時に中国からの渡航を自粛させれば日本の観光収益を完全に遮断できると踏んでいました。実際に1月の訪日中国人は前月から 40% 以上も急減し、約35万人にまで落ち込んでいます。3、中国系キャリアによる 24% の供給削減。中国国際航空が 10% 減、中国東方航空が 13% 減、さらに春秋航空は 36% 減と一斉に減便。便数ベースで全体の 24.3% をカットし、日本の航空市場をパニックに陥れる狙いがありました。4、JAL の 24.2% 増益という想定外。ところが JAL は EBIT で前年同期比 24.2% 増という過去最高益を叩き出しました。中国が捨てた客を日本の航空会社が吸収し、さらに太平洋路線のビジネス需要が前年比 121% に達したことは完全な想定外でした。5、自国企業への 100% 逆効果。皮肉なことに、この措置で最も苦しんでいるのは輸送力最大の中国東方航空などの自国企業です。春節の書き入れ時を逃し、日本側の収益に占める中国路線の割合がわずか 8% だったのに対し、中国側は自ら甚大な減益を招く結果となりました。JAL の利益と税金。1、JAL が納める約500億円の税金。最新の決算データによると、JAL の2025年度第3四半期累計の純利益は約1137億円。通常、日本の法人実効税率は約 30% です。単純計算で JAL グループ全体で年間約500億円規模の法人税等を納めている計算になります。2、小学校の建設なら50校分。公立小学校1校を建設するのにかかる費用は約10億円から12億円と言われています。JAL が納める500億円があれば、最新設備を整えたピカピカの小学校を一気に50校も建てることができてしまいます。3、最新鋭の救急車なら2500台分、高機能な資機材を積んだ高規格救急車は1台あたり約2000万円、500億円あれば2500台購入可能です。日本全国の救急体制を劇的にパワーアップさせ、数えきれないほどの命を救うインフラになります。4、子供たちの教科書なら5000万人分、小中学生1人当たりの年間の教科書代は約1000円です。JAL の税金だけで5000万人分、つまり日本のすべての小中学生の教科書代を何年分も余裕でカバーできる計算になります。5、未来への投資 100% のインパクト。JAL が中国路線の逆風を跳ね抜けて稼ぎ出した利益は、巡り巡って私たちの教科書、道路、医療といった公共サービスを支える血税として還元されています。一企業の成功が実は日本全体の豊かさに直結しているというわけです。いかがでしたか？この情報が役に立ったらいいねとチャンネル登録お願いします。